はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのは GHK DDM4V7 10.3 インチ CO2 ガスブローバックライフルになります。私はどちらかというと軍隊仕様の銃が好きなので、あまり民間仕様のカスタムは詳しくないんですね。ただそんな私でもダニエルディフェンスという民間の銃器会社を知っており、昔から気にはなっていました。少し前ですがゴールデンイーグルから DDM4V7 が発売され、ダニエルディフェンスのですね特徴あるストックやグリップ、あと刻印含めたその見た目に興味を惹かれて、DDM4V7 の実銃について少し調べました。実銃は AR-15 をベースに非常に耐久性が高く軽量化も実現した高性能ライフルということです。ハンドガードは MFR モジュラーフリーフロートレイルで、独自設計のストックとグリップも快適性と操作性を向上させているとのことです。また過酷な環境下でも性能を発揮することから民間市場だけでなく法執行機関でも注目されているライフルのようです。実銃の情報を調べるうちにこの DDM4V7 への興味が非常に大きくなっていたところ、GHK からですね DDM4V7 の CO2 バージョンが発売されていることを知りました。以前 GHK の HK416A5CO2 のリコイルの良さに感銘を受けたので、どうしてもこの CO2 の DDM4V7 が欲しくなり、購入を決意しました。購入にあたって 14.5 インチモデルと迷いましたが、扱いやすそうな 10.3 インチを選択しました。GHK の M4 についてはバージョン2を持っていますが、バージョン3の2024年ジャパンバージョン仕様なので、その打ち味の違いやダニエルディフェンスの刻印見た目なども私なりにお伝えできればと思います。純正品はフロントリアサイトともにないのと、ストックとグリップがダニエルディフェンス仕様ではないので、その部分も含めた私なりにカスタムした内容についても皆さんに共有できればと思います。手にした印象ですけれども 10.3 インチモデルなので非常にコンパクトで取り扱いやすいですね。重量は約 2.5 キロですが、銃自体小さいのでずっしり重みを感じます。GHK 製はやはりスチールパーツを対応しているから重量感がありますね。正式ライセンスによるダニエルディフェンス刻印も良い感じですね。色合いが HK416A5 と比較して少しグレーがかったブラックなのも特徴的です。カスタムした品ですけれども、やはりストックとグリップの特徴的な形状がダニエルディフェンス独特ですよね。それでは各部見ていきたいと思います。フラッシュハイダーは M4 と同様のバードケージタイプですね。こちらはスチール製になります。純正品にはフロントリアサイトは装備されていませんので、フロントリアサイトを私はこのダニエルディフェンスタイプのですねフロントサイトとリアサイト、これレプリカですけれども追加で装着しています。アウターバレルは 10.3 インチになります。こちらもスチール製になります。ハンドガードは M ロックスロットの MFR9.0 形状になります。非常に細身で握りやすくて、先端周りの圧迫感を減らすこの先端上部がですね開いている形状も特徴的だと思います。ちょっと見づらいですけれども、このハンドガード内部にですねこのガスブロックとかですね、あとこの上にですねガスチューブ、こちらも表現されています。カスタムとしてですねダニエルディフェンスタイプのですねこのライトマウントをこちらに装着して、その上にですねこちらシュアファイヤーのM300B スカウトライトの、レプリカですけれども、そちらを装着しています。先ほどのライトにこちらにですねユニティタイプの、リモートスイッチを装着してこちらで操作できるようにしています。ハンドガード下部にもカスタムとしてダニエルディフェンスタイプのバーティカルフォアグリップのレプリカですけれども、こちらを装着しています。あとハンドガードの根元付近、こちらですね左右ですけれどもスリングホールがあります。アッパーロアレシーバーの表面はセラコート処理がされているようです。ロアレシーバーにはこのダニエルディフェンスの刻印
アッパーレシーバーには DDM4V7 のコックピンが入っています。ボルトリリースは左側のみで、こちらもスチール製になります。セレクターも左側のみで、こちらもスチール製になります。純正品のグリップはこちらで、これ商品説明に明記はないんですけれども、多分 A2 タイプのグリップだと思います。カスタムとしてグリップはレプリカが見つけられなくて、こちらはダニエルディフェンスのピストルグリップに交換しています。このグリップはトリガーガードと一体型なので、トリガーガードこちらもですね交換しています。トリガーガードは少し丸みのあるタイプになります。トリガーは金属製で、こちらもスチール製になります。アッパーレシーバー上部に光学機器としてエボリューションギア製のですね、このダニエルディフェンスタイプのマウント、その上にですね、これベクターの、マーベリックのジェネレーション2を載せています。このホーリーウォリアーのエイムポイントのアクロ P2 と迷いましたけれども、CO2 のリコイルを考えて、やはりマーベリックは実銃対応クラスということもあって、信頼性からこちらにしました。バッファーリングはスチール製です。純正のストックはこちらで、こちらも商品説明に明記はないんですけれども、多分クレーンタイプのストックだと思います。なので、ストックはダニエルディフェンスタイプのですねストックのレプリカに変えています。ボルトフォワードアシストノブやダストカバー、こちらはスチール製になります。マガジンキャッチボタンは右側のみで、こちらもスチール製になります。ハンドガード右側にこちらコックピンが入っていて、ダニエルディフェンスと米国ジョージア州のブラッククリークと、あと右側にですね米国特許番号の刻印が入っています。また先端部分には MFR9.0M6 の刻印が入っています。マガジンの装弾数は30発です。こちら PMAG 風ポリマー形状の AR-GMAG V3CO2 マガジンになります。ちなみに HK416A5 のマガジン、こちらもですね使用可能になります。燃費はですね、多分私の感覚ですけれども DDM4V7 のマガジンの方が少し良い感じがしました。通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちら M4 と同様で、こちらのテイクダウンピンを外してアッパーとロアを分解します。はい、アッパーとロアに分解ができました。これやっぱりピンはですねとても手では開けられないのでピンポンチを使いました。はい、こちらがチャージガンドルですね。でこちらがボルトになります。チャージングハンドルは通常の M4 と同じですね。はい、ボルトはこちらフルスチールですね。あとこちら V3 の特徴でボルトウェイトが脱着可能な形式でついています。はい、あとリコイルバッファーですけども、こちらにカウンターウェイトがついています。これもV3 の特徴ですね。機関部もですね、GHK 製は当たり前のようにフルスチールですね。こちら素晴らしいですね。ジャパンバージョンなのでスチール製のチャンバーベースと強化ナイロン製のローディングノズル、こちらが標準装備されています。ホップ調整は付属する専用器具で、こちら画面のマニュアル通りに調整するようです。あとリコイルスプリングが1本付属しています。多分付属しているのは強めの方だと思います。あと私が購入したお店の商品説明ではマグネティックボルトキャッチシステムによってボルトキャリアロックの信頼性向上が謳われています。こちらはボルトストップがかかる最後の動きを磁力で補助する仕組みのようです。ただバージョンっていろいろあるようで、私自身
このボルトストップですね、こちらを分解して磁石の有無までは確認できていません。全体の感想になりますけれども、まずはダニエルディフェンスの見た目が非常にかっこよいですよね。基本はもちろん M4 ベースなんですけれども、ダニエルディフェンスのリアル刻印や MFR9.0 のハンドガードなど、形状や見た目も独特で非常に良いと思います。あと何といってもですね、 V3 システムと CO2 が動力源によるリコイルは強烈の一言ですね。 HK416A5 でも言いましたが、V2 よりもかなり強力なリコイルを味わえます。なので M ロックに装着したパーツの緩みがすぐに起きてしまいました。二次ロック材での補強必須ですね。あと 10.3 インチはコンパクトな形状なので非常に取り扱いやすいですね。耐久性面ではセラコート表面処理やスチール製の各パーツ、また CO2 動力源に対応したナイロン製ローディングノズルとスチール製チャンバーベースなど強化パーツなども非常に頼もしいですね。ただ HK416A5 はあまりにも強力なリコイルだったのでボルトキャリアキーが外れてしまいました。厳密にはボルトとボルトキャリアキーをつないでいった芋ネジが折れたので新しい芋ネジに交換しました。ボルトキャリアの形状が違うので同様の故障はないと思いますが、今後一応注意していきたいと思います。命中精度も当たり前ですが近距離では思ったところに当たります。初速は HK416A5 と同様で70メートル台でしたね。これは少し低めですかね。値段は高めと言いたいですが、2026年8月に東京マルイから20式ガス風呂が発売されましたね。20式のですね、実勢価格は15万円前後するので、そちらと比較するとまだ良いのかもしれません。やはり GHK の DD-M4V7 はダニエルディフェンス正式ライセンスの刻印や独特のパーツなどの見た目の良さや CO2 による強力なリコイルとスチールパーツの多用による耐久性の向上など強力なリコイル好きやダニエルディフェンス好きの方にはかなり魅力的なエアガンだと思います。あえて難点を言えばフロントサイトリアサイトがないのと、グリップとストックがダニエルディフェンス仕様ではない点ですかね。今回私なりにダニエルディフェンスタイプで揃えようとカスタムしましたがいかがでしょうかね。 DD-M4 である以上ある程度はダニエルディフェンス風で統一したくなりますよね。カスタムした中で苦労した点はこのグリップですね。基本的に GHK の M4 とは合いましたけれどもトリガーガードの穴の位置がですね本体と合わなかったのでトリガーガード側にピンバイスで穴をちょっと追加しました。あとグリップについていたハンドガード固定用の芋ネジもですねこのネジ穴がちょっと舐めてしまってですね仕方なくプラリペアで穴を少し塞いで M3 芋ネジでちょっと固定をしています。ご紹介しておいてなんなんですけれども今回のカスタム代だけで、安い長物ガス風呂がですね買えるくらいの金銭的負担になってしまうので、その点ご留意いただければと思います。ダニエルディフェンスのカスタムについてそんなに詳しいわけではなく感覚で行ったのでいろんな足りない部分などあるかもしれませんけれどもその辺は温かい目で見ていただければと思います。最近思うんですけれども CO2 長物の強力なリコイルの魅力からちょっと離れられなくなっています。そんなこともあって今後もちょっと GHK 製のですね CO2 長物の C 製品が非常に気になりますね。多分今後この MCX の RSAR の CO2 版とかが、日本でも発売されるのではないかなと思うので、今後要チェックしていきたいと思っています。もちろんフロンのガス風呂も好きなので東京マルイの20式ちょっと実写してみたいですね。非常にリコイルも良さそうなので、こちら実写すればフロンガスのリコイルの魅力も再確認できそうですよね。ただこの趣味金銭面で厳しいのが悩みの種ですね。はい、それではこの後実写シーンもお送りしますのでよろしければそちらもご覧ください。
最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。